ゆうきです。いやー、もう年末ですね。年末。一年の最後ですね。皆さんは年末どう過ごしていますか？私は最近年末の大掃除を始めました。大掃除。いつもの掃除よりもっと頑張って掃除することです。家中掃除をします。最近雑巾がけにハマってるんです。雑巾ってわかりますか？こういう掃除の時にいろいろなところを拭くために使うタオルのことです。これで家中なんか家具とか床とかいろんなところを拭くのにハマっています。掃除すると心も部屋もすっきりするんですよね。なので、2025年のうちに家中を雑巾がけしたいと思っています。うちに、今出ました。今日一緒に勉強するのはこの文法、うちにの2回目です。2つ意味があります。そして1つ目の使い方は前のビデオで紹介と練習がありますので、ぜひ見てみてください。今日は2つ目の使い方です。2つ目の意味も、毎日の生活の中でよく使いますし、すごく便利な文法なので、ぜひマスターしてもらえればいいなと思っています。ではまず使い方の例から見てみましょう。ここのアイス知ってる？インスタで見たんだけどめっちゃ美味しいらしいよ。そうなんだ。今は人が並んでないね。ねえ、食べる？今のうちに買おう。すぐ買えたね。美味しそう。ほんと。よーし、食べよう。いただきます。待って。写真撮ろうよ。アイスが綺麗なうちに写真撮ろう。そうだね。いくよ。よし、じゃあ食べるね。いただきまーす。待って、まだ撮る。次はじゃあ、このポーズで撮るよ。はい、次はこれ。もうアイスが溶けちゃうよ。美味しいうちに食べようよ。動詞の辞書形、動詞のている、動詞の内形、そしてい形容詞、な形容詞、名詞のうちに。二つ目の意味は、この今の状況が変わる前に be をする。A という状況が変わる前に B をするという意味です。この A という状況は変わります。後で変わるので、変わる前に何かをしたいとか何かをするんだっていう時に使うんです。今しかない、今だっていう感じです。なので、さっきの会話文では、友達と一緒にアイスを食べていましたよね。で、人気のアイスの店を見たら、あまり並んでなかったんですよね。なので、今のうちに買おう。今。この並んでいない今。この時間が変わる前。人が増えちゃう前に買おうよっていう意味です。次の使い方は、アイスが綺麗なうちに取ろう。綺麗なうちに。アイスって今は綺麗だけど時間が経ったら溶けちゃいますよね。溶けちゃったら写真に撮っても綺麗じゃないですよね。だからこの綺麗っていう時間が変わる前に、綺麗が変わる前に、綺麗なうちにという意味です。最後に美味しいうちに食べようよって言いました。これも同じです。今は美味しいです。美味しい。だけど、アイスクリームだから溶けちゃったら美味しくないですよね。なので、変わる前に、美味しいっていうこの間に食べようよっていう意味です。うちには間にと同じような使い方ができますが、この時間が変わる前にっていうニュアンスが強くなります。変わっちゃうとできないことに対してよく使います。他にもよく使う使い方で一つ、
温かいうちに食べてください。友達の家とかレストランで料理が来ました。料理は今温かいですよね。でも時間が経ったらどうですか？冷めますよね。冷めちゃったら美味しくないかも。なので温かいこの時間の間に食べてくださいねっていう感じで使っています。他にも、先月かな、11月だったらブラックフライデーがあった国の人も多いと思います。日本でもちょっとだけセールがありました。なのでブラックフライデーのうちに何かを買おうとか、セールのうちに欲しいものを買いに行くとか、こんな感じで使うこともできます。他にも、今学生だという人は、学生のうちに、何でしょう、学生のうちに、映画館へ行きたいとか、学生のうちに映画館でたくさん映画を見たいとかもいいですよね。学生さんは大抵学生割引があるから安くなりますよね。こんな感じでいろいろな言葉を前に置いて使うことができるので、一緒にちょっとずつ練習してみましょう。さあ、練習1です。皆さんは買い物は好きですか？最近買ったものは何ですか？私は12月の最初にインターネットで買い物をしたんですけど、この季節ってクリスマスプレゼントとかいろいろな理由で多分荷物が多くて全然届かないんですよね。今2週間くらい、2、3週間待ってるんですけど、全然荷物が届かなくてちょっと残念だなと思っています。楽しみです。皆さんは買い物しますか？そうそう、日本では年始、年明けのセールが始まります。なので、来年2026年になったら何かセールに行きたいなと思っています。じゃあ、皆さんに作ってほしい文はこちらです。うちに買い物へ行こう。うちに。さあ、ここ何でもいいです。動詞でもいいし、い形容詞、な形容詞、名詞、いろいろ入りますので、ぜひ皆さんで作ってみてください。後で答えの例をいくつか紹介します。じゃあ、まずは皆さんの自分の力で頑張ってみてください。どうぞ。1、さっきも言いました。セールのうちに。買い物へ行こう。セールのうちに。皆さんは無印良品っていう店を知っていますか？無地っていう人もいますね。無印良品は時々 10% オフのセールをしています。セールの前に来週セールがあるよみたいなお知らせが来るので、セールのうちに欲しいものを買いに行きます。他にもセールしているうちにでも OK です。次の例、スーパーが開いているうちに買い物へ行こう。これもいいですね。スーパーが閉まっちゃったらできないので、開いているうちに行こうって感じです。次、明るいうちに買い物へ行こう。これもいいですね。明るい。何が明るい？外です。夜になる前にっていう意味ですね。明るいうちに。同じような意味で、暗くならないうちに。暗くならないうちにでも大丈夫です。他にも、天気がいいうちに。例えば今日天気予報を見ると、午後から雨が降るらしい。今はまだ天気がいい。今は天気がいいけど、午後から雨が降るだろう。だから、天気がいいうちに買い物へ行こうとかいいですね。同じ意味で、雨が降らないうちにでも OK です。最後に、時間があるうちに買い物へ行こう。時間がある。これも OK です。皆さん毎日忙しいですよね。あれやらなきゃ、これやらなきゃ、勉強、仕事、忙しいと思います。だから、今時間がある。今だ。
時間があるうちに、今のうちにでももちろん大丈夫です。こんな感じでいろいろな言葉使うことができるので、次の練習ではもうちょっと皆さん自由に作ってもらおうと思います。練習2。さあ、では次は皆さんがやりたいことについて教えてください。2025年ももうすぐ終わっちゃいます。皆さんどんな1年でしたか？行きたかった場所、やりたかったことは全部できましたか？もうどんな大きなことでも小さなことでも何でも OK なので、次はこちらの文を作ってみましょう。何うちに何たいはい白ばっかりの問題ですね。前と後ろ両方作る問題です。一つヒント。私は今日のビデオの最初に2025年のうちに家中を雑巾がけしたいと言いましたよね。こんな感じで作ってもらえれば大丈夫です。じゃあこれも後で答えの例をいろいろ紹介しますので、まずは皆さんの文を作ってみてください。それではどうぞ。では、いろいろ紹介していきますね。まず一つ目の例、今年のうちに、今年。もちろん、2025年のうちにでも OK です。今年のうちに、冬休みの宿題を終わらせたい。はい。日本の学生さんだったら、冬休みの宿題があります。だから、新年ゴロゴロするために、今年のうちに宿題を終わらせたらいいよねって思いますね。他にも、今年のうちに、スマホの写真を整理したい。スマホの写真を整理したい。私です、これは。そう、もう今ね、スマホの中の写真がぐちゃぐちゃで、全然整理できてないので、今年のうちに整理しようと思っています。次です。若いうちにいろいろなことにチャレンジしたい。若いうちに。そう、この文は別に今年の話だけじゃなくてもいいです。もっとね、人生の長いスパンでも OK なので、若いうちにという言葉でも OK ですね。他にも、学生のうちに、何でしょう、学生のうちに JLPT N3 に合格するぞとかね。あと、元気なうちにたくさんの思い出を作りたいとかもいいですよね。他にも、20代のうちにとか30代のうちにっていう言い方もできます。20代、30代って何かわかりますか？これ年齢のことです。20代と言ったら20歳、20歳から29歳までのことです。30代と言ったら30歳から39歳までのことですよね。40代、50代、60代、70代、何歳でもあります。例えば20代のうちに留学したいとかですね。他にも、独身のうちに友達とたくさん旅行に行きたいとかでもいいです。独身は何かわかりますか？これは結婚していない人のことです。前に、あれはアメリカの生徒さんだったかな。友達がもうすぐ結婚するから、結婚する前、最後の独身パーティーをするんだって言ってて、独身のうちに友達と夜遅くまでワイワイパーティーをするんだよっていう話を聞きました。めっちゃ楽しそうだなって思います。他にも本当にね、これはいろんな文作れるから、こんな例と一緒じゃなくても全然気にしなくて大丈夫です。他にも家族が出かけているうちにこっそりケーキを食べたいみたいな小さなお願いでも大丈夫ですよ。はい。こんな感じで作っていればいいかなと思いますので、皆さんが作った文もぜひ教えてください。次は会話練習です。あなたと私は友達です。あなたは今、日本を旅行しています。
日本旅行中です。日本に住んでいる私と会ってご飯を食べています。会話の中でこちらの会話を作ってみてください。日本にいるうちに何？後ろの文を考える問題です。皆さんは日本にいるうちに何をしたいですか？どんな計画がありますか？こちらを話してください。では早速やってみましょう。ほんと久しぶりだよね。日本旅行はどう？それはよかった。あと1週間で帰るんだよね。寂しいな。いっぱい楽しんでね。めっちゃいい。さあ、どうでしょうか。私はまずあなたに日本旅行はどうって聞きましたよね。なのでここは日本旅行の感想を簡単に教えてください。めっちゃ楽しいよ。最高だよ。面白いよ。面白いけどちょっと疲れちゃったよ。とか何でも OK です。で、私がそれはよかった。あと1週間で帰るんだね。寂しいな。いっぱい楽しんでね。って言いました。あなたはあと1週間で国に帰ると話しているんです。ここでこの問題文です。日本にいるうちに、じゃあ1つ目。富士山を見に行こうかな。次。温泉に入るよ。次。着物を着てみたいな。次。アニメの聖地巡礼をしたい。聖地巡礼、なんか前どっかのビデオで説明した気がしますが、何かわかりますか？アニメやドラマの舞台になった場所、モデルになった街や建物などを見に行くことです。日本に来る海外の旅行者の方で聖地巡礼をしている方もすごく多いと聞きます。有名なのは、スラムダンクの街、聖地巡礼する方がすごく多いって聞きました。さあ次、日本にいるうちに鬼塚タイガーでスニーカーを買わなきゃ。鬼塚タイガー、ちょっと私はね、これ買ったことないんですけど、外国の方がすごく並んでいるのを見ました。店の前でね、大行列だったのを見たので、人気なんだなって知りました。次、日本にいるうちにフィギュアを買いまくりたいよ。フィギュア。アニメのフィギュアたくさんありますよね。最後、日本にいるうちに猫カフェに行ってみたい。こんなのも OK です。猫カフェ、犬カフェ、フクロウカフェ、いろいろありますよね。こんな感じでやりたいこととか行きたい場所とか何でも作れていたら OK です。皆さんはどんな文を作りましたか？最後にまとめです。今日作った文3つをもう一度復習しましょう。覚えているうちに復習しましょう。それではどうぞ。お疲れ様でした。うちにの2回目どうだったでしょうか？一つ目のうちには A をしている間に勝手に変わる、自然に変わるっていう意味でしたよね。そして今日のうちには A の時間が終わる前に何かをするっていう自分のやりたいこととかしたいこと、行きたい場所、食べたいものとかそういうのを話す文法なので結構2番の方が使いやすいかもしれませんね。それでは今日も最後までありがとうございました。私は今年のうちに雑巾掛けとスマホの写真の整理を頑張ります。皆さんもいろいろ頑張ってください。それではまた。